ご理解第44節。狐、狸でさえ神に祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば、死したる後神に祀られ、神になることを楽しみに信心せよ。教祖はこの世で神にならずしてあの世で神になれるかと教えています。神になるとは霊長としての値打ちを発揮することです。我情我欲を離れることです。そこには霊徳、神徳が混然として一つになる世界があります。いわゆる神徳の中に生かされてありの実感です。死したる後、神に祀られるということは、我が心が神に向こうていくことを楽しみに生涯かけて精進していくことを言うのです。神に向こうていく。神に向こうていくことを楽しみに生涯かけて精進していく。と師匠は教えておられます。また、生き神への精進とも仰せられます。生き神を目指して信心の稽古をするのだと。この世には魂を磨きに来たのだ。何のために魂を磨くのか。それは魂を磨いて神になるためだとも言えるのかもしれませんね。人間は神の氏子だと、神の子供だと。しかし神の子供だと言ってそのまま放置していたのでは神にはなれないのでしょうね。やはりその心が正しく育って初めて神にまた成長していくことができるのではないでしょうかね。その成長して神になることを楽しみに心を育てる。魂を磨く。結局その魂を磨いた暁には神になる。そしてそれこそ神様と同じような働きができるようになる。ということかもしれませんね。やっとアメリカでは大統領選挙が決着がついたようですけれども、そこに至る過程にはやはり人々の心の中に何々主義が良いとか、何々主義が良いといったようなさまざまな人間の思惑というのでしょうか。そういうものが錯綜するというのですかね。あるものですね。またこの人を選んだらこういう主義に偏ってしまうからやめた方がいい、こちらの方がいいとか、裏で何々何々主義が糸を引いているといったようなさまざまな人の心を煽るようなそういうものもありますね。嘘のニュースというようなものもフェイクニュースというものですね。そういうものもあるようです。正直言ってどれが本当かよくわかりませんね。私どもが直接その事実関係を確かめるわけではありませんから、確かめ得ることもできませんしね。何を信じてよいのやらわからなくなります。それでも私どもの心の中に何々主義を応援するといったような心がどこかにあるような感じがいたしますね。しかし本当は信心をさせていただくものは、その人間が作り出した何々主義やあれこれ主義というのでしょうか。
そういういろいろな主義主張、人間が作り出したその主義主張を超えたところにあるわけですね。資本主義であるとか、社会主義であるとか、共産主義であるとかもされますけれども、そういう主義を超えたところに信心の世界がある。それがたとえ資本主義の世界が社会主義に変わろうと、共産主義の世界になろうと、たとえどういう主義の世界がそこにあろうと、信心をさせていただくということは、その主義を超えた向こうにあるということですね。それは何々主義の世界が人間社会の中で起きてできてこようと、それは正直言ってあまり関係がないということですね。信心の上においては、たとえ何々主義であろうと、それは関係ないということです。それは申せば、このお道は、もし今の人間社会が資本主義の中に住んでいれば、資本主義の中に、あるいは社会主義、あるいは共産主義の中に住んでおれば、その主義の中でこのお道が広まっていかねばならない。何々主義だけでは人の真の助かりにはつながらないのですね。人間がその時の欲求に応じて作り出したものでしょう。たとえこの世が何々主義というものになったとしても、変わったとしても、人の真の助かりにはつながらない。人の真の助かりはその何々主義を超えたところにあるものなのですね。ですからそこに惑わされることなく、人が真に助かるということはどうあるべきなのかということをしっかり、それは心をやはり神様に向けていなければなりませんね。心を神様に向けて生涯精進させていただく。ただ心を向けるところは何々主義ではなく神様だということですね。どこまでも神様中心。たとえ世の中がどういう世の中になろうと、何々主義の世の中になろうと、心を神様に向けていきさえすれば、それで良いということなのですね。それで良いというよりか、そうでなければ、神様にただひたすら心を向ける生き方でなければ、人の真の助かりは得られないということなのですね。どうでも私どもがやはり生きております。ある社会の組織の中で生活させていただいております。ですからどうしても何々主義が良いとか、こちらの主義の方が良いとか、思いをかけてしまいます。そういう主義主張を超越したところに、この信心の世界があり、本当の真の助かりがあるのだということですね。そのことがしっかり腹に入っていなければなりませんね。そうでないと、ついつい目先目先の主義主張に惑わされるようなことにもなりかねませんね。人間の真の幸せは、やはり神様と私どもとの間柄に初めて生み出されるものだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。